どうもこんにちは。今回はファミコンのコントローラーがどう動いているのか調査します。前回ロジックアナライザを作りました。そのテストと使い方も試すことができるのでちょうどいい課題になります。家庭用ゲーム機が登場した頃、コントローラーは当たり規格と呼ばれるパラレル方式が主流でした。このパラレル方式は各ボタンや十字キーの方向に専用の配線が割り当てられており、押されたボタンの電気信号がそれぞれの線を通って同時に本体へ送られる方式です。構造が単純な反面、ボタンが増えるほどケーブルの配線数と端子のピン数が増えるという弱点があります。そこでファミコンはシリアル方式のコントローラーを採用しました。シリアル方式は全てのボタンの入力状態をコントローラー内部の IC で一つのデータにまとめ、1から数本のデータ線を使って順番に本体へ送る方式です。そのデータの流れをロジアナで観測してみようと思います。それでは始めます。ファミコンのコントローラのデータやクロックなどはプラス5Vで動作しています。そこでロジアナの基板上に搭載されている VREC スイッチを5Vに設定してください。パソコンと USB ケーブルで接続します。アプリを起動して接続したロジアナを認識させます。コントローラから本体へつながる配線の色と機能はマンコンとツコンでそれぞれ異なります。工場での組み立て時に差し間違いを防ぐため意図的に配線色を変えているようです。今回はマンコンも調べます。ファミコンのコントローラは3つの信号の連携で8個のボタンすべての状態を本体に伝えます。ダッチは今この瞬間のボタンの押し具合を記憶しろという本体からの合図。クロックは記憶したボタンの状態を一つずつ順番に本体へ送れという本体からのテンポの合図。データはクロックの合図に合わせてコントローラから本体へ実際に送られる押しているか押していないかの情報です。グランドと3つのデジタル信号をロジアナと接続します。チャンネルの1から3を使います。安物のクローブはすぐ外れます。もうちょっといいのを買った方がいいかもしれません。キャプチャーの設定をします。チャンネルの1と2と3にチェックを入れて、それぞれ名前を付けています。そして、フリークエンシーにサンプリングレートを設定します。どれぐらいでしょうか。ロジックアナライザでデジタル信号のパルス幅や位置を正確に捉えるための一般的な実用上の目安として、対象となる信号の周波数の最低でも4倍から10倍のサンプリングレートが必要です。ファミコンの CPU は 1.79MHz で動作しているので、コントローラに生成されるパルス信号もそれ以下になるはずです。それの4倍から10倍ですので、10MHz もあれば十分でしょう。次にトリガーの設定をします。トリガーは測定器に対して波形の記録を開始する決定的なタイミングや条件を指示する機能です。ここではチャンネル1のラッチの立ち上がりにトリガーをかけています。バーストモードを有効化しています。このモードでは
トリガー条件が検出されると、デバイスは指定された個数のデータバーストをキャプチャします。ナッジを4個分取得してみましょう。この条件でキャプチャを開始します。波形が取得できました。最初にダッチ信号が送られて、次にクロック信号が8個送られ、データを取得している動きがわかりますね。さて、波形は取得できましたが、これではまだわかりづらいですね。プロトコルの分析をしましょう。SKI アナライザーを使ってみましょう。ファミコンのコントローラの通信は、汎用のシフトレジスタ IC のハードウェア的な直接制御なので、厳密には SKI ではないのですが、ほとんど同じなので読み取ることができます。ファミコン設計当時は、そもそも SKI という明確な規格名が存在していませんでした。各項目を画面のように設定してください。すると、ただの波形から16進数の数値が認識されて表示されました。さらに便利なことに、このアプリにはファミコンのコントローラー専用のカスタムアナライザが入っていました。このカスタムアナライザに先ほどのSKIアナライザを設定します。すると、SKIアナライザが取得したデータをどのボタンが押されているか判別して表示します。とても便利です。ロジアナの使い方はだいたいわかりましたね。それではボタンが押されるとどうなるのか観測しましょう。画面では隠れて見えませんが、右上のリピートラストキャプチャーを押せば、同じ設定で次々にキャプチャーすることができます。いいボタンを押すと、最初のビットが0になりました。次は B ボタンです。隣のビットが0になりました。データの変化がよくわかりますね。しかし、このシリアル方式の設計はとてもよくできていますね。もし、パラレル方式で十数個のボタン入力を本体で受け取るには、CPU とは別に I/O コントローラと呼ばれる入力処理専用の大きな IC が必要になります。シリアル方式では非常に安価な汎用シフトレジスタ IC をコントローラ側に内蔵してデータを直列化するだけで高価な I/O 専用 IC を丸ごと省略し、コストダウンが図れます。そして何よりコントローラのケーブルが細いのがいいですね。パラレル方式では重心近い太いケーブルが必要になりますが、シリアル方式なら5芯で済みます。今使われている USB のコントローラはすべてシリアル方式になりました。将来の多ボタン化も見据えていたのでしょうか。素敵です。自作のロジアナも問題なく動いてくれました。この後、24チャンネルをすべてチェックしてみましたが、問題ありませんでした。小さな部品をたくさんつけたので、あまり自信がなかったのですが、一発でクリアは大したものです。十字ボタンをテストしていますが、この並びどこかで見ました。なるほど。コナミコマンドの上下左右は内部データの順序だったんですね。吟味の転換点というのは技術者の工夫が感じられて面白いものです。ファミコンという井戸の中では現代のゲーム機という大海は大きすぎて見渡すことすらできませんが、過去と現在をつなぐ
技術の原理という空の青さは不思議なもので、井戸の中から見上げた方が分かりやすかったりします。最後までご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたならチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。